横暴で傲慢で頑固で独りよがり。新社長にはいいところが一つもなかった。彼は俺に向かって平然とこう言い放った。無能にボーナスなんて払いたくないんだよ。だからなしの方向で。この社長はどこまで従業員を舐めているんだろう。バカにするにも程がある。俺は使い捨てのパーツじゃないのに。こんな奴の下で働き続けるなんて人生の無駄遣いだ。俺は退職を決意した。俺の名前は正義、32歳。旅行代理店で社員の一人として働いている。電話対応もするし、接客もするし、時には添乗員としても活躍する。旅行が好きで入った会社だから、どんな業務が来ようと望むところだった。俺がこの業界で働くことに興味を持ったのは、大学の卒業旅行がきっかけだった。旅行は世界を広げてくれる。それに大学で身につけた英語と中国語も活かせる。俺を採用してくれた旅行代理店は、規模こそ小さいけれど、とてもいい会社だった。大手運輸会社の子会社で、全体から見ると旅行部門という位置づけになっていた。入社からおよそ10年。今では俺も立派な中堅社員。これからもこの会社で頑張って楽しい旅行をプロデュースしていこう。そんな前向きな気持ちでいた矢先、会社の状況が大きく変わる出来事があった。きっかけは社長の交代。新しくやってきたのは超がつくほどろくでもない男だった。新社長の名前は吉岡。彼のせいで俺たち社員は大変な苦労をする羽目になった。吉岡社長はいわゆる天下り社長。元はメガバンクで働いていたらしい。彼を受け入れることで会社側は金融機関から仕事上の便宜を図ってもらったそうだ。その便宜が具体的にどんな内容だったのかは知らない。ただ結果的に愚策だったと思う。吉岡社長は旅行業に関して無知だったし、この会社を良くする気もなかったからだ。出社してくるのは大抵お昼前。億劫そうにパソコンを立ち上げるだけで仕事はしない。こちらが挨拶をしても返さない。目も合わせない。きっと吉岡社長には社員一人一人を大切にするつもりなんてないのだと思う。それでも社長を任されただけあって、会議などでは堂々と大きなことを言っていた。今は個人で旅行代理店を営む人も増えてきていると聞く。今後旅行代理店は組織としての強みを生かす形でもっと頑張っていかないといけない。社長はそうやってたまに俺たち社員に葉っぱをかけてきた。だけど本人は見るからに働く意欲がなさそうだし、言動の不一致がひどい。天下り社長とはこういうものだと分かっているけれど、本当にろくでもない人だった。この人を受け入れることで会社にどんなメリットがあったのかさっぱり理解できない。吉岡社長がダメなのは言うまでもないけれど、天下りを受け入れた経営陣もダメだ。実際のところ俺たち従業員の間では、この会社はもう終わりかもという話まで出ていた。感染症の流行で観光・旅行業が大打撃を受けて、業績の悪化は誰にも止められなかった。そんな折、俺は行きつけのバーで社長を見かけた。後で知ったことだけれど、彼も俺と同じように一人で飲むのが好きらしい。新しい店を開拓しては、行く先々で知らない誰かと交流するのが楽しみなのだとか。声をかけてみようかなとは思わなかった。天下り社長と慣れ合う気にはなれない。しばらくすると吉岡社長は常連客を相手に身勝手で傲慢な経営論を披露し始めた。だいたいさ、従業員なんて使い捨てでいいんだよ。俺はそう思うね。できるだけ安い給料で使って使い潰す。3年くらいで自分から辞めてくれるのがいいな。なんてふざけたことを言うんだろう。俺はスマホのボイスメモアプリを立ち上げた。同僚たちにもぜひ聞いてもらおうと思ったからだ。酔った吉岡社長は得意げになってさらにひどいことを言い続けた。採用する時にもポイントがある。
使い勝手の良さそうなやつを選ぶんだ。待遇や労働時間に文句を言いそうにない、気弱で真面目そうなやつがいい。吉岡社長曰く、いかに社員を安く使い、上手に辞めさせるかがポイントらしい。学歴は関係ない。人の上に立とうなどの野心もいらない。無能なやつほどいいそうだ。真面目で素直で責任感が強い若者をこれからもどんどん使い潰す。社長はそう断言した。なんて恐ろしいやつが来てしまったんだろう。俺はこっそり会計を済ませて静かに店を出た。吉岡社長をどうにかしないと会社は今よりもっとダメになる。給料は可能な限り安く抑える。あれこれ理由をつけて絶対に賃金を上げない。言われたことしかできない無能で理想的な社員をどんどん使い潰す。俺がボイスメモを再生すると、天下り社長の本音を知った同僚たちはドン引きした。何しろお酒の席だからどこまで本気だったかはわからない。冗談だった可能性もある。けれど、たとえ冗談でもこんなことを言う人間が社長だなんて俺にはとても許せなかった。その後、当たり前のことだけれど、社内の雰囲気はどんどん悪くなっていった。社長はそれがどんな些細なミスでも社員を猛烈に叱り、これでもかと萎縮させてきた。なんだ今の電話対応は、基本がなってない。誰に何を教わってきたんだ。前の社長の時なら、客とのリラックスしたやり取り程度で怒ったりはしなかった。今の社長は社員を無能扱いして、それでも給料を払ってやっているという空気を出す。恫喝したり叱責したりすることで社員に睨みを利かせているつもりらしい。不満や文句を言わないように自分に対する恐怖を植え付ける狙いがありそうだった。こんなろくでもない社長と経営不振の会社に忠誠を誓っても人生を無駄遣いするだけだ。俺たち従業員はそんな重くて暗い話ばかりするようになってしまった。そもそも旅行代理店の仕事はとてもハードなものだ。優雅で華やかなイメージとは裏腹な独特の辛さというものがある。働いた分だけ経済的、精神的に報われないと就労意欲が大幅に減退する。社長が変わってからというもの、もともとのハードさに一層拍車がかかった気がした。退職していく仲間は多かった。大抵の人は3年と経たずに辞めていく。俺のように何年も働いている社員もいるけれど、ほとんどは辞めたいと言っていた。辞めようにも踏ん切りがつかなくて、惰性で働き続けているというのが本当のところだった。実際、好きでなければ続けられないという面も大いにある。カレンダー通りに休めることはほぼない仕事だし、大手でもなければ給料は高くない。旅行中に現地でトラブルがあると、担当者は休みの日だって対応に追われることになる。うっかり旅行者に怪我でもさせたら大変だ。方々から責任を追及されて四面楚歌になる。会社に戻って社長を見ると、一日中スマホやパソコンをいじって暇そうにしているだけ。それでいてどんな社員よりも高い給料を得ているのだから、不公平なことこの上ない。不平不満やストレスが積み重なって、俺たち社員は急速に愛想をなくしていった。そんな俺たちに向かって社長はたびたびなんだその顔はと声を荒げた。お前らがそんな景気の悪そうな顔をしていてどうする。客が不安になるだろうが、自分たちの本分を忘れるなよ。客を楽しませてなんぼなんだからな。この前まで銀行で働いていた吉岡社長に旅行業の知識は皆無のはず。たとえ今は社長であっても何も知らない人からごちゃごちゃ言われたくはなかった。尊敬できない気持ちが表に出て、労使関係はすでにボロボロ。労働環境は悪化し続けた。感染症の流行がその悪化をさらに後押しした。客を呼ぶための苦労や作業ばかり増えて、給料は全く上がらない。あちらからもこちらからも不満の声が噴出して、社内はいよいよ険悪なムードになった。そんな状況に陥っても吉岡社長はほんの少しも社員に寄り添おうとはしなかった。
どいつもこいつも顔つきが暗いんだよ。そんな顔をしてるから客が来ないし、業績が落ち込んでいくんだ。嫌ならやめろ。今すぐやめろ。目障りだからな。そんな吉岡社長の言動とワークライフバランスの乱れ、それらが集中力の低下や意欲の減退を招いたのだと思う。添乗員のトラブルが続発した。観光先での手配漏れ、ホテルへの連絡漏れ、食事に関する不備、他にもいろいろと発生した。旅行代理店の責任は重大だ。何しろ旅行はお金がかかる。我が社はその責任を負える環境ではなくなってきた。そう思わずにはいられなかった。その後、感染症の爆発的な流行が大きな要因となって、旅行業界に本格的な冬が来た。俺たち社員は決断を迫られた。辞めるか、残って工夫と苦労を続けるか、関連会社に出向するという道もあった。俺は残ることを決めた。社長の存在はともかく、会社そのものは好きだったからだ。けれど、そんな選択をしたせいで、数年後、俺はもっと嫌な思いをすることになった。マスクの着用、うがい、手洗い、ワクチン接種。防疫意識は世界的に高まり、やがて感染症にまつわる社会的な規制が緩和された。俺たちの会社に中国の旅行会社が日本へのツアーの工程を組み始めたと情報が入った。日本への渡航解禁だ。ついに来た。長い冬が明けようとしている。俺たちは活気づいた。国同士、政治的な関係や因縁はあるけれど、日本に来るのが好きだという中国人は多い。訪日客全体を見たとき、人数にせよ、使うお金にせよ、最も多いのは中国人の皆さんだ。1年間の訪日中国人の消費総額が1兆7000億円に上った年もあった。また昔のように日本で爆買いをしてもらえたら、きっと景気は上向くだろう。そのためにも我が社も中国向けのプランを拡充しよう。俺は全体会議でそう訴えた。けれど久しぶりの前向きな話だったのに、吉岡社長は顔を曇らせてうなるばかり。俺個人的に嫌いなんだよな、向こうの連中。個人的に嫌い？だからなんだというのだろう。そんなことは無関係だ。この会社は社長の私物じゃないのだから。俺は中国人をターゲットに絞ったプランを企画するべきだと重ねて主張した。けれどどうしてもダメらしい。吉岡社長はなかなかゴーサインを出さなかった。社長を説得するために、俺はそれまでに仕入れてきたいろいろなプラスの情報を披露した。大手デパート各社は爆買いに備えた動きをもう始めてます。航空会社も中国と日本を結ぶ便の増便を検討しているそうですよ。流れが来ているんです。そんなことは言われなくても分かっているんだよ。分かっているなら動きましょう。動かせてください。中国人向けの仕入れや情報発信を増やして客を呼び込むんです。向こうの旅行代理店にアピールするんです。俺はその後も同じ訴えを繰り返した。団体旅行が解禁になって中国から旅行客が来れば地域経済も活性化する。日本だけの話じゃない。日本で電子マネーを使うと中国の決算会社に手数料が入る。国民が日本に旅行してお金を使うことは中国国内の経済にとってもプラスになる。そういった俺の主張や説得のすべてから吉岡社長は煩わしそうに顔を背けた。うるさい。俺は向こうの連中が嫌いだと言っているだろうが。この際、社長の好き嫌いは関係ないじゃありませんか。なんだと？俺に口答えするのか、この無能社員が。一体どこから出た無能社員だろう。自分に歯向かう者はみんな無能。そういうスタンスだろうか。機嫌を損ねた社長が席を立って帰ってしまったので、会議はお開きになった。あんな人間がいつまでもトップにいたら何も良くならない。俺は改めてそう強く感じた。いよいよ中国からの観光客が続々と日本にやってきた。きちんと対策を打った同業他社からは嬉しい悲鳴が聞こえてきた。忙しくてスタッフが足りないため、
アルバイトを増やして対処しているそうだ。我が社はろくでもない社長のせいで完全に乗り遅れた。相変わらず開店休業状態。そんな中、やってきたのはボーナスの季節。俺たち社員を一堂に集めた吉岡社長はヘラヘラと笑いながらこう言った。外国人観光客が戻ってきたおかげで旅行業界は活性化している。我が社もこれからどんどん客を呼び込んでいこう。諸君の努力に期待している。今さら何を言うのだろう。俺は呆れてしまった。対策ならもっと早い段階で打てたはず。うちは完全に出遅れた。誰のせいか。社長のせいだ。先頭に立つべき彼が足を引っ張ったせいだ。そんな心の声が聞こえたのかもしれない。彼は俺の方をちらりと見て鼻で笑った。こういう状況ではあるけれども、一応ボーナスを支給したいと思う。ただ、全員に渡せるわけじゃない。貢献の度合いを勘案して支給者は厳選させてもらった。ざわめく同僚たち、もらえない人もいるということらしい。社長がニヤニヤしているのが気に入らなかった。彼は今度はまっすぐに俺を見て、きっぱりとこう言った。正義くん、残念だが、君への支給はなしだ。え、それはどうしてですか？君が会社に貢献していないからに決まっているだろう。自業自得だ。反省しなさい。無能にボーナスなんて払いたくないんだよ。だから、なしの方向で。周囲がさらにざわめいた。俺が会社に貢献していない？そんなはずはない。完全に嫌がらせだ。吉岡社長は自分の好き嫌いで社員に優劣をつけている。会議で反発した過去がある俺を苦しめて楽しんでいるのだろう。上等だと思った。もうこんな奴の下でなんか働いていられない。気の毒そうな同僚たち。俺はその場で会社を辞めることを決めた。もう社長にはついていけません。辞めますね。お世話になりました。あ、そう。お疲れさん。どうぞどうぞ。もう行っていいよ。ニコニコと俺に退出を促す社長。俺は同僚や上司たちにも頭を下げていとまごいをした。止めようとしてくれる人もいたけれど、俺の決意は固かった。俺は荷物をまとめ、総務で事務的なやり取りをして、その日のうちに退職した。後日、スマホに覚えのない番号から着信があった。しつこくなり続けるので出てみたら、なんと相手は吉岡社長。社長は慌てていた。俺にぜひ会社に戻ってきてほしいという。拒否する俺に食い下がる社長。拉致が開かないので一度出向いてみることにした。社長室には社長の他に数名の幹部と親会社から来たと思わしい社員たちもいた。いやいや、よく戻ってきてくれた。こちらの手違いで退職させてしまって本当に申し訳なかったね。正義くん、どうかまたうちで活躍してくれないか？なんとも白々しい笑顔だった。どうやら親会社から中国人観光客への対策に本腰を入れろと指示があったらしい。ところが対策を練って実行しようにもできなかった。俺を辞めさせてしまったからだ。社内で中国語を流暢に話せるのは私だけですもんね。そうなんだよ。だから困ってしまって、また働いてくれるよね。嫌です。お話がそれだけなら、もう帰らせていただきます。え？俺は自分がどんなに嫌な思いをさせられたかを、親会社の社員たちの前で説明した。ずっと前にバーでこっそり録音した吉岡社長の暴言も、その場で再生してやった。親会社の社員たちの表情が硬くなった。社長は真っ青。冷や汗タラタラになっている。もう俺から言うことは何もなかった。立ち去ろうとする俺に社長がすがってきた。待ってくれ。頼む。ボーナスを出すから。他の連中より多めに出すから。ボーナスの問題じゃない。あんたの下では働けないと言っているんだ。俺はきっぱりそう告げて会社を後にした。数週間後、元同僚から吉岡社長がクビになったと連絡があった。責任を問われ、社員たちからは嫌がらせを理由に訴えられ、慰謝料も請求されたらしい。支払うべき金を支払った後、誰から見送られることもなくリタイアしていったのだとか。
社長としてはありえない最後だけれど、彼にはふさわしいと言えるのかもしれない。俺はというと、今別の旅行代理店に再就職して働いている。前の会社に戻る道もあったけれど、より条件のいい方を選ばせてもらった。語学力を生かして、これからも旅行業界で元気に楽しく働いていこうと思う。